おはこんばんにちは、せいうちです。今日はロムフェイア対談の代わりの動画になります。ということでロムフェイアについていろいろと語る動画になります。ということでまずはロムフェイアの評価をしていきます。ロムフェイアの武器スキルなどのこちらの画像をご覧ください。武器性能を簡単に言うとメインで装備すると主人公がバレグリになるよ。ターン終了時までに合計40ヒットで主人公に1回のアサシンがつくよという性能です。ちなみに奥義効果ですが攻略サイト等に一切載ってません。なのでセイウチ調べの漢字ではこういった感じになりました。倍率 30% の確定クリティカルに加えて最大5万のよだめ加算と追撃 15% の効果が奥義時を含めて4ターン継続します。といった具合に奥義効果でかなりの高性能なバフを味方に付与できる上にメイン性能でヒット数が多くなるこの装備との相性も抜群です。といった感じで普通に強い武器ではあるのですが最大限性能を発揮するには一度奥義を発動を挟む必要があったりスキル2の効果がターン終了時に得られる効果なので短期戦だと苦手になります。その代わりにターン目以降から本領を発揮しだした火力は凄まじいです。とベタ褒めしてますが重大な欠点が一つあります。スキル2のアサシンが1回という点です。具体的にそれの問題点を言うとダメージ効果のある召喚石を発動するとアサシン効果が消える点です。なので王道のバブ召喚からの火力で敵を殲滅という動きが若干取りにくいです。この他にも魔体召喚など様々な場面で召喚の制限を受けることがあります。それらの欠点がありますがメイン武器としての性能が高いのは間違いありません。ということでロムフェイアの武器の評価は欠点はあるけど主人公で気持ちよくなるための武器です。どういった人にこの武器がおすすめできるか。風の民ならストックしましょう。悩む人は多分終末武器メインで戦う方が丸いです。最大のライバルがマジで終末武器ですが終末武器を超えることができる可能性もロムフェにはあります。フルオートでの性能を比較すると最大のライバルがマナダイバーになります。幅広い相手に対応できるマナダイバーに対してロムフェだと対応できない場面がある。ですがガレオンに対してはロムフェの方が上回るのでそういったピンポイントでの採用以外は非推奨になります。他のルミナス武器と比較した感じは風子戦場直前なのにフレズベルクの話題で盛り上がってたのを察してください。ロムフェイアで古戦場でできそうなこと95までは何もできないっす。メインでの活躍場面は150以降になります。この辺りの話はすでに武器性能のところでやりましたね。高難度コンテンツでできることジークフリートで採用の際にはリスクはありますが短期間での火力はかなり高めです。スパバハではリスクなしでの運用が可能な武器です。ですがやはり出てくるのが終末武器。終末武器で十分じゃないのかという疑問が常につきまといます。その疑問を振り払えるかとりあえず150想定と200での運用で判断してもらいたいです。ということでまずは150の想定動画になります。ちなみに敵の特殊次第でラファエル召喚とバンピーの3が追加されます。多段特殊の場合などに合わせる感じになります。この動きも現段階で仮なのでもっと最適化の動きを探しています。あとは実際にどういう動きをしていたかを次の動画で解説します。しばし休憩。モロチルモロ一気に攻める。全てが風に私の邪魔しないでよね。ここだここだそこセリアセリアモロチルモロチル一気に攻める。いいのかな。ここだ
一気に攻める。カップいいのかな。無事ダメージは討伐ラインに行きました。じゃあこれが実際に成立するのか。ということで次の目人がベンヌ君です。今回はあえてデバフを入れません。その理由がメインベルゼバブ召喚効果での150想定の防御値がベンヌと同等だからです。なのでベルゼバブは本当に一番最後に打ちます。あとは2ターン目にバーストをかけている理由が2ターン目で 25% 突破を目指しているからです。デバフリセットの影響を受けずにそのまま倒しきる寸法です。ではここで2つのリザルト画面を表示します。左が3ターン殴り切った時のダメージです。右は2ターン目時点でのダメージになります。どちらのリザルトでもベルゼバブを発動したのが全ての攻撃終了後なので、実際の想定だとさらに火力が出ていることになるはずです。という想定だと突破はできていますが、実際のところ古戦場が来るまで成立するかわからないので暫定の動きですね。これが今の段階での150ムーブになります。改善の余地は多分あります。さらなる高みのムーブを目指して150の動きについては以上になります。次の動画は本当に何も考えてない200の動きになります。基本的にこの動きから遅くなる未来しかありません。それでもよろしければ動画はこちらになります。そうです。ガレオンフルオのやつをひたすらリロ殴りする軸です。なので敵の特殊とか一切考慮してないというダメな編成です。ただタイムだけを切り取ってみたところこういったタイムが出ました。雑な動きですがガレオンを1分26秒でした。もちろんこれが最適解ではないですが、今ロムフェで考えている動きはこういった動きを中心にしてあと特殊対策でバフリセットのタイミングを練っている最中ですね。なので200ムーブについてはさらなる動きにご期待くださいとしか言えません。というかこの他に週末メイン想定レスラー想定などいろいろあるので、どれが正解か今奮闘中です。ロムフェが一番の正解だと信じたい。ルミナス武器だしね。ちなみにサブキャラについては本当に限界排水を狙った編成なのでカッツェは外しています。あとは装備もですがここまで限界排水狙えれるかは難しいところです。この辺りの最適化も全然調整が進んでません。ある程度の目処はついてはいるのですが今回はガレオン想定なのでこういった編成になりました。ということでこの動画を200想定として出すのが悔しく思いながら動画にしています。古戦場までに仕上げてやるからな。ということで無事討伐です。ということで以上がロムフェイヤの紹介動画になります。参考になれば幸いでございます。最後にお知らせですが、9月16日の23時よりクワトロさんとのライブを私のチャンネルで行います。古戦場直前なので真面目な話から真面目じゃない話までやっていきたいと思います。お楽しみに。長時間のご視聴ありがとうございました。次回の動画もよろしくお願いします。それじゃ、またね。